はい、金坊主です。今回は当初予定していたハイエースのカスタマイズがある程度終わりましたので、ちょっとご紹介していこうかなと思います。シートは特に変更してないんですけれども、シートカバーはフレックスのシートカバーに変更しておりますと。動画も出してますけど、うちのワンコ用にですね、こんな感じでワンコがここに寝れるようにしております。ここですね、クルーズコントロールをつけております。セカンドシートも同じように同じシートにして、でこれはですね、ここをガチャンとすると畳める系のテーブルにしておりますので便利ですね。はい、ここにですね電源があります。ここにね電源を挿すところがあって、ここのコンセントが使えるようになるので、例えば外の、オートキャンプとか行ったりとか、電源サイトで電源向こうをつないでここで、電源使えるから、中で電気毛布とかも使えるような感じにしております。こっちにも隠しがあって、よいしょ、ここにですね電源があるんですけど、よいしょ、はい、これで今エンジンは切ってるんですけれども、ポータブル電源の力を使って車内で使うテレビとかその辺が全部使えるようになるという感じですね。はい、で、上がベッドキット、これもフレックスのベッドキットで、下が UI ビークルですね。UI ビークルのスライドフロアをつけております。ここまで出るので結構ね荷物がこのカーゴ123ぐらいまでは奥で入って、でもここに、テント置いてもいいし、こいつちょっとどけてもいいんですけど、こんな感じで荷物を入れております。便利ですね。はい。とりあえずもうね荷物をこう引っ張り出すっていうのが前までノアやったので、ノアやったら荷物を引っ張り出すみたいなことなかったんですよね。でもこれでノアじゃないから荷物をこう引っ張り出すという作業が結構大変やなというのがあったので、これでね全然大丈夫かなというところにはなってます。最初ですね、この UI ビークルのこのスライドフロアをつける前にこのマットをつけてもらったんですよね。マットを。でこのマットをつけて、でその後にこれつけてねって言ったら、ちょっと併用したことないからね、このマットとこいつが多分難しいからマット剥がすことになりますよって言われて、いいっすよって言ったんですけど、見に行ったらいけましたって言って、なんでマットついた状態でこいつも乗ってるから、これは結構ね個人的に嬉しい。もうこれ剥がれて普通のやつに行くから、土とかね、ここに乗せてるから大丈夫なんですけど、汚れちゃうかなと思ったんですけど、それがなくなってよかったかなと思います。本来であればですね、ここを一番上まで上げて、でこのクーラーボックスをここに置きたかったんですけど、クーラーボックスがね43センチぐらいあって、ここがどんだけ上げてもね41ぐらいなんですよね。41ぐらいなので、普通のクーラーボックスの40リッターぐらいのやつは乗らない、当たっちゃうかなと。こういうカーゴやったらいいんですけどね、40リッターぐらいのやつは乗らなさそうなので、ちょっとクーラーボックスをここに乗せるのか下乗せるようにちょっと買い替えるのかは検討しておる次第でございます。はい、こんな感じでメッシュもできるようにしました。荷物をね下ろしたりとかしてる時に結構虫様が入ってくるので、虫様が入ってこないようにというスタイルですね。ここにもやっております。カーテンレールなんですけど、カーテンレールがついてるんですよ。ここもですね、よいしょ、こんな感じで閉めれて、ここにカーテンレールがついてると。カーテンレールが車の中につくっちゅうのはねすごいなって一番驚いてるぐらいの部品でございますが、よいしょ。
外装は特にね大きくやってないんですけど、まあドアバイザーがなかったんでドアバイザーつけて、この辺のシールは自分で貼りました。爪ガンガンいくからね。であとタイヤとかこの辺のやつとかはまあ初めからついてて、で 4WD のディーゼルの寒冷地仕様なんで、まあこんなんがついてるというぐらいですね。このオーバーフェンダーとかも初めからついてました。全部フレックス製やと思います。これで一応ね全部かなっていうところですね。どこまでやってる？なんでまあキャンプの道具をいっぱい持っていけるから便利よね。で車中泊もできるようにカーテンも全部閉めれるよという感じにしている。だから冬とかはもう寒かったらこの中でね寝てもええかなと思ってるし、僕はテントで寝るけど家族はこの中でぬくぬく寝ることもできるかなというところですね。じゃあもうほぼ終わりなんですよね。あとまあルーフは悩んでるんですよ。ちょっとね前までノアでキャンプ行ってたりジムニーでキャンプ行ってたりしてて、上に乗せるのがめんどくさいから大きくしたっていうのもあるんですよね。もうさらに上に乗せちゃうとどやねんっていうのがあるんですけど、ただ上に乗せてさらにやっぱオーニングここにつけるっていうのはやっぱこうハイエース買って乗ってちょっと一つのねなんかこう見ててね、つけてはるみたらかっこいいなと思うので、あれはやってみたいなと思いつつも、やっぱしじゃあ ARB とかライノラックとかその辺のラックを上につけてここにガチャンとつけるのはいいなと思いつつも、ここにねカチャンと引っ掛ける DOD のやつとかもあるから、それで普通にタープ出すことぐらいはできるから、今すぐにこいつに上にこうラックを乗せるってことは考えてないんですけど、今後例えばルーフテントとかね、今やったらもう終わったかな、幕開けとかでエア空気入れるエアテントのルーフテントとかもね出てるから、そういうのを見てるとそういうのもありかなっていうのをちょっと思ってたりはしております。で乗ってみたくね1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、今乗ってみてだいたい平均燃費が11キロから11.5キロぐらいなので非常に満足してます。ジムニーがね 8. 点何ぼとか9ぐらいやったので、全然満足してます。しかもディーゼルだからねガソリンも安いので。なのでね一旦ハイエースのカスタムはこれで一旦終了というところです。で今後はこれでキャンプガンガン行ったり仕事もガンガン行ったりしていく中で、もしかしたら上になんか乗るかもしれないぐらいかな。あとなんかこういうカスタマイズもいいよみたいなのがあったらね教えてもらえたらなと思うんですけれども、細かなものとかでももしなんかおすすめよとか、いやあんたのこのハイエース例えばここ銀やけど黒にした方がかっこええよとか、僕はちょっとその辺のこの、ね、色のセンスは壊滅的にないんで分かんないんですけど、あればなと思います。キャンプ場でもしあれば声かけていただけたら嬉しいですし、チャンネル登録といいねの方もよろしくお願いいたします。以上です。ご清聴あざした。